はい、じゃあライトニングなんですけど、この辺の組み立てですね、どうってことないんですよ。で、客収納庫も前後はね、ちょっと塗り分けがあったんで外しましたけど、前はないか。で、それも塗ったんでくっつけちゃいます。で、この側壁は特に中は塗り分けないんで、もうこの状態でね、仮止めだったんですけど、もう単純に接着剤流し込んで固定しちゃいます。で、このてっぺんの丸いとこは、これはコックピットの床に出るんでインテリアグリーンに塗っときました。これもくっつけちゃっていいんだよね。もうどっちが前？こうだよね。あれ、こんなにした隙間開くのかな？こっちじゃない、多分こっち多分こっち。で、これ箱組みで塗ったんだっけ？ちゃんと塗料は回ってますよね。ちゃんとっていうか、この下の方は微妙に怪しいんですけど、回ってますので、当然この中を、油絵の具を使ってオイルウォッシュをしときます。これを組み立てていくだけです。一応ね、やっぱり接着前にはどこに接着剤を乗っけたらいいのかというのを確認して、ここでしたよと、ここでしたよと、ここでしたよと、この辺はあれです。白キャップでもいいと思いますね。完全に見えなくなるんで、白キャップ入れて周りから流し込みでやれば工程も早く済みますし、中でしっかりくっついてくれるので、今塗ったこれはブレンドですけどね、白キャップと緑キャップのこれにもうのっけちゃっていいのかな。一応これも合わせ目になるところの様子を確認して、どうしようかな。これは後でつける形なんだよね。ステップラダーを今回は外に出そうか入れようか。出そう。外に出すんで、今この中のパーツはつけないです。収納する場合は、この前の工程でここですね。
そのパーツを塗装して入れましょうって収納する場合はね、今回出すんで後で取り付けます。でいいんだよ B6 今これくっつけちゃうと当然これつかないよね。これつけちゃダメなんだよね。こうくるのか。これ中溶いた方がいいのかな。中見えないかな。こう向き違う向き違うどういう向きだこれ。あれこっちか。こうか。こうじゃないだろう。こうだよね。こうであれいいんだ。こうか。隙間からね明かりが差し込むとプラの色が見えるんであれば塗った方がいいんですよね。じゃあこんな感じで塗ってきたんでいちいちここレザーリングかける必要ないですから。ここか。両側は特にあれだな。これ白キャップ混ぜてるとはいえそこそここう乾くの早いですからね。俺ねダメだ。重り入れてねえや。ダメじゃん。やばい。普段慣れてないものをねやると重り忘れないようにしないとね。やばいですよ。やばかったっすよ。これ乾いたら基準をどうしようかな。これですよ。ボールが重りが中で動いちゃうんで、ポキシ接着剤をボールの当たってるところに流し込みますっていうか充填します。はい、で次ですね、機種なんですけどね、機銃をこれ入れちゃうと、ここで機種の機銃を入れてくださいと。ただこれ機銃入れちゃうと塗装がややこしいことになるんで、かといってね、これを別で塗るのもちょっとなって感じもちょっとするんですよ。まずここにパネル1個つけなきゃいけないんですけど、これは仮止めして、これはくっつけちゃいます。ガンベイドアかなんだかわかんないけど、これは機種の左右のカバーはつけちゃって、こうね接着しちゃって、これはこのパネルくっつけた状態で
またあれですね、仮組みというか仮付けで塗装していきますか。仮止めして仮止めっていうか仮付けしてボンド X かなんかで後で剥がれるようにして塗装終わってから、全部終わってから外して基準をこう中にセットしてやる方がいいと思います。いやー、鳥がウグイスが鳴く季節になっちゃいました。ちょっとね僕のチャンネルで動画全部見てる人わかるけど、バイクをね、タミヤの、ジスペケ WR を集中して作ってる途中で腰を痛めてしまった。ある程度ね、こうなんていうのかな、複数のキットを同時進行って形でこう、飛行機バイク戦車とかねやってたんですけど、ちょっと動画の上げ方をっていうかプラモのその作るそのペースですね、ちょっと変えようと思いまして、でそのチーム鈴木エクスタをある程度ガーッと進めてたんですよ。ガーッとね、もうぼちぼち完成なんですけど、ちょっとねやっぱりこうデカールを今ねカーボンデカール貼ってでその乾燥待ちの時間ができちゃったんで、ちょっとこっちの方進めてます。なのでそのバイクの方あれば今度ねこのライトニングに集中したいので、これをガーッと進めていこうと思います。でその中でまたマッチが出るような感じになったら、他のキット、多分車もね買ってずっと他ってあるやつが結構あるんで、その中からなんかね新しめのやつにするか古めのやつにするかちょっと考えてるとこですけど、でこれでインストの12番まで行きましたから、タービンの方を汚すったってね最終的な汚しはまだできないんで、でもどうかな、機体によってはねこのタービンと機体上部、機体っていうかブーム上部の汚れが全く同じ色っていうのもあるんですよ。ただ全く違うのもあるんでね、どうしようかなって感じですけど、あんまりここでその白っぽい汚れ乗せちゃうとまたちょっと違うような気がするんですよね。だからとりあえず塗りながら考えます。これ今サフェーサ黒サフです。で次に一旦シルバーを軽く塗ってみます。サフの上に直接塗ってるんで艶消しにはなりますよね。機体によってはねっていうかなんかね、シルバーが割と残ってるのもあるんですよ。いろんな色をのせてって好みのとこでとどめてやるみたいなことを考えてるんですけど、
ただ基本は全体は黒鉄色ですね。でここから先はちょっとどうなっていくかわかんないんですけど、これ今クリアブラウンです。これを、低圧で細くムラを作るために塗ってますね。全体に薄く塗ってやって、でところどころ縞模様を作りたいんですけどね。ただ目立つ縞模様にはならないです。で次塗るのが黒鉄色ですね。でこの黒鉄色が一番範囲は多いんですけど、よくあるクリーム色っていうかね、すすけたようなところ、焦げてすすけて白っぽくなってるところ、その色は頭の中でね、その写真からそのクリーム色っぽい色を除去して、で想像しながら塗っていくんですけど、ここが意外にね、この前のこの筒の部分が意外に複雑なんですよ。どうやって塗るのかな。どっちみちね、隠れちゃうと思うんですけどね、こうしていくと。いやちょっとイメージじゃないな。じゃああれです。そんな模様が見えるのがあったんでね、面白いなと思って。いかないね。動く。ちょっとなんか方法ないかな。よいしょよいしょよいしょ。結構真っ黒になっちゃっていいと思いますよ。で最後に焼け鉄色でところどころあんまり分かんないと思うんですけどね、変わんないと思う。今塗られてるのがほとんど焼け鉄色に近いんで、あんまり出ないですね、やっぱり。またこれは最終的には全く違う感じになると思いますから、下級機なんですけど、ターボチャージャーなんですけど、基本的な金属色はここまでで、ついでだからちょっとね、錆を多分この錆もね見えなくなると思うんですけどね。あれです。アクリル絵の具ですね。アクリルガッシュのあんまりこれ複雑な色持ってないんで、バントシエンナ茶色ですね。実際もうちょっと黒っぽい錆だとは思うんですけどね。
でこのターボチャージャーの低くなってるところ、ちなみにアクリルアナログはね水で溶けます。アクリルですから、アクリルのカラーと同じですよ。低くなってるところが錆びてる写真があったんですよ。ちょっとそれに習ってみようと思って、ちょっとうっすらでいいんでね、これだと濃いかな。まあ水流しちゃえば調整はできますから。はい、こんな感じですね。低いところにこう水が溜まって錆びてっちゃうということです。まあただこれもすす汚れつければ多分見えなくなります。実際どの程度の水汚れにするかっていうのはやってみないとわからないんで。じゃあ今日はこのターボ下級機ですね、ターボチャージャー排気タービン下級機の組み立てまでお送りしました。それではまた。